い、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ご紹介するのはこちら。はい。シャリアピンステーキですね。で、こちら、シャリアピンステーキなんですけども、発祥の方は日本発祥の料理になります。はい。で、発祥元は皆さんご存知、帝国ホテルが発祥の料理になります。で、こちらのね、帝国ホテルの、伝統的なね、作り方の方をご紹介したいなと思いますので、早速ね、作り方の方行ってみましょう。それじゃあね、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。じゃあ材料の紹介です。こちらがですね、すりおろす用の玉ねぎですね。一つで大丈夫です。で、こちらが、オニオンソテー用の刻む方の玉ねぎ2個ですね。で、こちらが牛もも肉になります。内ももの肉になりますね。で、こちらがフォンドボー。全部は使わないです。ちょっと使います。で、こちらクッキングペーパーのですね、こうやってサンドしていくような感じで、今からクッキングペーパーをかましていきます。こういうやつですね。で、ちょっと手で押して、で、これから叩いていきます。用意したのはこちら、マグナムボトルの空き瓶があったのでちょっと使ってるんですけども、肉たたきが本来はあるんですけど、ちょっと見当たらなくて、急遽このマグナムボトルが登場しました。で、ここまで伸ばしてもらえれば OK です。こんな感じですね。しっかりね、ここまで伸ばしてあげてください。こんな感じですね。で、玉ねぎも1個分、うわーっとすりおろしていきます。こんな感じですね。で、これをですね、用意しましたら、ビニール袋の中に、両方ともお肉も玉ねぎも放り込んでいきます。で、肉にね、まんべんなく玉ねぎがかかるように、こうやって手で調節してください。で、真空はしません。もうこのままでいいです。ここでね、よく真空される方いらっしゃるんですけども、肉のマリネは基本的に真空はしないです。ちょっとね、循環させなきゃいけないので、真空だとまた圧で入れていくっていうので、またね、マリネの手法が違ってくるんですね。で、こちら玉ねぎ、刻んでいただいて、ちょっとね、繊維が残るぐらいのみじん切りで大丈夫です。あんまり細かくしすぎない方がいいですね。こんな感じですね。で、それを今から、ゆっくりと炒めていきます。ちょっと油の方を入れてからバター入れてあげてください。で、玉ねぎを全部入れて、ここからゆっくり炒めていきます。こんな感じですね。で、こうちょっとね、しんなりし始めたところで、若干塩を入れてあげてください。で、それは味付けのための塩ではなくて、玉ねぎから水分を出すための塩ですね。で、だんだんこうやって炒めてくるとこんな感じになってくると思います。まだまだ炒めます。ここまでですね。だいぶ飴色になりましたね。ここまでやっぱりしっかり炒めてあげることが重要になってきます。こんな感じですね。だいたい玉ねぎ2つがここまでなくなっちゃうんですね。で、焼いたところにですね、ちょっと水入れて、これフライパンにねついた玉ねぎの旨味を今から煮溶かしていくっていうような作業をします。こんな感じで溶いてもらえれば OK です。で、これがですね、一晩経ったお肉の方ですね。で、これを今から玉ねぎの方を取っていくんですけども、
こちら、もう思いっきり水でさっと洗っちゃってください。その方が一番手っ取り早いですね。理由なんかも後でまたね、焼きながらの時に説明させていただくんですけども、さっと水で洗えたら、まずもうこのキッチンペーパーでよーく拭いてあげてください。まずね、この一発目、まずね、水分表面取ってあげて、で、2回目もね、またキッチンペーパー取り替えて、また拭いてます。こんな感じですね。しっかりね、ここで水分は取ってあげてください。で、できるだけもうこの時にね、もし玉ねぎのね、切りくずとかもあったら、できればきれいに取ってあげて、こんな感じで仕上げてください。こんな感じですね。で、そこに塩コショウをしていきます。こんな感じですね。で、今からこれを焼いていきます。よーく温まったね、フライパンのところに、ガツンと入れてあげてください。で、ひっくり返すとですね、こんな感じでなるんですけども、ちょっと焦げているように見えるところありますよね。あれ、玉ねぎの残りかすなんですね。こうやってね、しっかり落とさないと、こうやって、焦げ跡のようにこうついちゃうんですよね。ですから、まあ、これちょっとね、触ってあげるとポロポロって落ちるので、綺麗に取ることができます。まずはね、お肉にこう、しっかり火を入れていくことですね。こんな感じですね。ちょっとこう、見えますかね、こうペロペロってこう取れていくんですよね。で、この焼いたところに、前日取ったこのオニオンの旨味の汁を入れてあげます。もうね、フライパンは洗わないでそのままいってます。この肉汁とまずこの玉ねぎの汁と合わせていって、でさらにそこにですね、フォンドボーをちょっと加えていきます。もうこれもね、ちょっとだけでいいです。そんなにね、たっぷりは入れないです。こんぐらいでしょうかね。で、これをですね、ちょっと煮詰めていきます。軽く煮詰めていく感じですね。で、それをこします。ちょっとね、玉ねぎのカスとかそういったものがあるので、ここでね、綺麗にこしてあげてください。で、このソースの方をまず温めたフライパンの方に洗い直してね、フライパン温めて今そこに放り込みました。でね、余さずね、しっかりこう全部ギュッと入れます。で、そこにこのオニオンソテーを放り込みます。で、こちらのね、ソースの方とよく絡めていって、で、この水分をね、しっかり飛ばしてあげて、元のね、オニオンソテーの硬さまで持ってってあげてください。こんな感じですね。いいですね。これで OK ですね。で、それをお肉の上にナッペしていきます。フランス語でナッペってこう塗るとかっていう、意味合いになるんですけども、こんな感じで塗っていただければ OK です。で、お肉の方はね、こんな感じで格子状に、切れ込みを入れていきます。切れ込みを入れるっていうか、飾り包丁ですよね。これはですね、必ずやる作業になります。理由はね、また後ほどきちんと説明させていただきたいなと思いますので。こんな感じですね。いいですね。はい、じゃあドレッセになります。もうね、ドーンと真ん中にガツンといっちゃってください。で、こちらキャロットビシーですね。
あとはですね、季節の野菜とか、こうやって、いろいろね、おのおのガルニの方はご自由にご準備していただければ。伝統的にやるのは、ドゥフィノワだったりキャロットビッシーだったりっていうのをご用意はするんですけども、こちらシャリアピンステーキになりますね。いかがでございますでしょうか。伝統のシャリアピンステーキでございます。じゃあ実食です。はいどうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。シャリアピンステーキのご紹介でございました。で、ここからはね、ちょっと専門的なところで、お話をさせてください。まずですね、シャリアピンステーキ、飴色のね、玉ねぎを使うっていうところの理由と、あと格子状にね、飾り包丁を入れてましたけども、こちらのね、ちょっと説明をさせてください。まずですね、こちら飴色に炒めるというのは当然ね、甘みが増すっていうところが重要なところなんですけども、玉ねぎをこうシャリアピンのね、この肉の方にこうなっぺ塗りつけて、で、こう格子状に刃を入れていたんですけども、あれはなぜかということなんですよね。で、こちらの理由の方は、この召し上がるシャリアピンさんの方が非常にね、ステーキをこう愛される方で、この玉ねぎをね、こう塗って、こう格子状に飾りをつけることで、シャリアピンステーキをステーキに見立てていたっていうところが理由の一つです。はい。それがあって、必ず当時のね、先輩たちからは、飴色のね、玉ねぎに関しては中途半端な色をつけるなっていうところでものすごい厳しくね、言われた工程の一つでもあります。はい。で、もう一つですね、玉ねぎを作った時に、水を入れてね、ちょっとこう煮溶かして、玉ねぎの持ってる甘みだとか旨みっていうのを煮溶かしたところに、こうフォンド棒をちょっと入れてね、こう最後飴色玉ねぎと絡めて仕上げたっていうところがあるんですけども、あれは当時の先輩たちから必ずね、こう動物性の旨味を加えた方が美味しくなるからこの工程はね、絶対やった方がいいよなんて言われながら当時ね、教わった内容のことをそのままちょっと今回は動画にさせていただきました。私も個人的にね、シャリアピンを作る時は必ずフォンド棒をちょっと入れてます。その方が絶対的にね、美味しいんですよね。やっぱりその飴色玉ねぎだけでも十分美味しいは美味しいんですけども、そこにねプラスアルファのこう旨味を加えることでよりね美味しくなるっていうところで、先輩たちから教わった理論とかをこうやっぱり大人になってっていくにつれて、やっぱりよく知ってるな皆さんとか思いながらやっぱり頭が上がらなかったりはするんですけども、そもそもねこの玉ねぎを使うっていうところの理由ですよね。で、この玉ねぎを使う、こうすりつぶして、こうすりおろしてこのマリネするっていう時に、消化酵素っていうものがあります。消化酵素のプロテアーゼっていう消化酵素がありまして、で、これが、肉のタンパク質をこうほぐしていく、分解していく役目があって柔らかくするっていうところが、能力としてあるので、それをね、シャリアピンさんが召し上がりやすいように漬け込んだっていうところがまず始まりの一つです。もうこれはね完全にやっぱりどうやったらこのシャリアピンさんが美味しく食べてもらえるか、歯がね当時弱かったので、これをいかにね楽しんでもらえるか、普段の食事を楽しんでいただけるかっていうところのこの帝国がホテル側のホスピタリティのもう料理の一つでもあるなと思っております。はい。すごいね素敵なエピソードもたくさんあるのがこのシャリアピンステーキでございます。
もうね、ご自宅でね、やるのも非常にね、美味しい料理の一つでもありますので、ぜひね、お試しいただけたらなと思っております。はい。で、ご自宅でやるときに、ちょっとね、一つのアドバイスとして、まあ、なかなかフォンドボーって手に入れないよねっていうときは、私が、こう、どうしてもフォンドボーがないときは、お醤油をちょっとだけ入れたりとかするときもあります。それもね、また、美味しく召し上がれる一つのね、ポイントだったりしますので、ぜひお試しください。それではね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。